Mesha to be Season 6今回の Mesha to beはなくなってほしくない札幌ソウル。何度か札幌ソウルこすっておりますが、最近値上がりが半端ないのでね、最新価格におののいてご覧ください。それでは早速Let's get it started. 1. Hino Day Soba ソウルフードというには語弊があるかもですが、地下鉄大通りの改札を出て地下街へ向かうと漂うそばつゆの匂い。この匂いは札幌人なら必ず嗅いでいる匂いなのでは。実際日の出さんのそばを食べたことある人は少ないと思うんだけども、確かにこの匂い嗅ぐとさ、大通りに来たって感じよね。この大通りのそばつゆの匂いでそば口にさせられた札幌人は Soba Gucci 多いのでは。間違いありません。 2. Holai そして北24条といえば蓬莱のチャンダイですよ。Chandai 蓬莱の代名詞チャンダイは過去のものになってしまい、現在は普通盛りのみの提供となってしまいましたが、普通盛り言っても普通にこれ大盛りだと思うんですけどね、これぞ元祖チャレンジグルメ。チャンダイに挑んだ昭和生まれの男子は多いのではないでしょうか。なんと現在蓬莱のチャーハン値段がバグっちまいました。そんな高かったっけ？なんと今なら1200円。ちなみにソウルフードってのは完全和製英語、外国人には使わない方がベタ。そうなの？ Soul Food アメリカ南部のアフリカ系アメリカ人の伝統料理、奴隷時代を象徴する料理を意味する言葉なんです。全然違う。ね。 3. Yakisoba Ya そして昭和のチャレンジグルメ第2弾。はい。前出の蓬莱のチャンダイと並び誰もが挑んだウルトラジャンボ。私は大通りのお店しか知らなかったんだけど、いつの間にか移転したのね。こちらのお店も引っ越しマニアですね。長崎屋からビッグオフになり、いつの間にか大通りに移転。そしてからのアスティ4号、エビラーメンの元祖エニシアさんばりの引っ越し具合だ。いや、それは誰も知らないと思う。そう、世にも珍しいこの焼きそばスタイルは変わりませんね。ぜひ一度味わってみていただきたい。まさかの味付けなしで提供されるこの焼きそばをね。 4. Tsubo Hachi 昭和48年琴似で誕生した壺八。わずか8坪からスタートしたってのが店名の由来でもあるんです。若い人は壺八が札幌のソウルフードってなるかもね。だろうね。おいちゃんの青春は壺八とともにありましたよ。バンドの打ち上げも学祭の打ち上げも全部壺八でした。学祭の打ち上げってあった高卒でしょ。赤い絨毯の小上がりでカニのコーラ揚げが食べたいね。熱燗飲んで頭振るんでしょ。なんでそれ知ってんの？ 5. ニューヨーク Nico Sauna Rifle ここらで一休み。札幌でサウナといえばエスポかニコかみたいな。エスポ？知らない。ヨンプラの隣にあったんだよ。日本で初めてロウリュサウナを導入したのはエスポだったんだぜ。うわぁ、超最先端じゃん。ねえ、早すぎたのかもね。確かソフィア中村の経営だったから。テルメと同系列。ガトーキングダム宅銀破綻関連だ。ここリフレも昔からあるサウナ。ニコって言った方がピンとくるかな。よく来たもんさ。二日酔い抜きにね。サ風呂なくなっちゃったから昔からあるのはここぐらいになっちゃったね。昔からサウナ好きだったね。はい。 6. Today's Katsu Curry. Shokji Decoro Sanpei 去年48年の歴史に幕を閉じてしまった琴似の老舗中華食堂新龍さん。新龍さんは子供の頃から食べ続けていた私の個人的ソウルカツカレーなのですが、あなたがカツカレークレイジーな人生を送るようになったのは新龍さんが近所にあったからなんだよね。そうなんです。で、札幌で唯一新龍のカレーに似てると思ったカレーがこちら。ディープすぎて見つけるのがちょっと大変かも。新龍ロースのカツカレーファンの方にはぜひ一度食べてみていただきたいですね。まだおいちゃんも1回しか食べてないので、また再確認に伺おうと思います。確かに似てたかもね。一口しか食べてないけど。でしょ。おいちゃん作れるんだけどね、新龍のカレーは。ぜひお願いします。 7. Miyoshino 札幌ソウルフードの代表格ね。餃子カレーを食べたことのない札幌人はいないのではってのは昔の話。最近の若い人は食べてないんじゃないかな。なんかね、高くなりすぎちゃってね。そうそう。
餃子定食820円。物価上昇もあるけどこれは高いね。こりゃ政府の政策も悪いんだよ。労働時間や雇用条件厳格化されちゃってて、安く食事させるようなお店にとっては超逆風さ。だってアルバイトの時給1000円オーバーでしょ。パートやアルバイトにも社会保険義務化だしね。そうそう、もう無理っすよ。そんなんされたら安うまい飲食店経営なんて。逆に個人経営食堂の逆襲の時代になるかも。ああ、確かに。家賃払わないで自宅兼店舗で人を雇わずに商売するスタイルなら安うまいのもできるからね。餃子カレー760円もするのよ。マジ ?290 円だったんだぜ。いや、それ何十年前の話ね。 8. Bikuli Donkey. 忘れちゃいけないびっくりドンキー1号店も札幌なんですね。1981年に西野にオープンしたのがドナルドダック1号店、後のびっくりドンキーであります。ある日突然びっくりドンキーになっててびっくりしましたね。最初の頃は違和感半端なかったよ。本当？で、ミミズって美味しいねって言ってた時代が懐かしいですね。あったね。びっくりドンキーはミミズだって噂。懐かしい。ケンタッキーは猫だとかね。昔の都市伝説ってなんか可愛いね。今のシャレになんないからね。9. Rota. 飯旅では何度も紹介しておりますロータさん。ここは一番マイナーかもしれないけど、知る人ぞ知るザ・札幌ソウルですね。失いたくない青春のロータでございます。青春ってそんな前からあんの？ロータ。1976年オープンとのことなんだけども、驚いたことに当時からあまり値上げしてないんだよね。あ、ナポリタン値上げしたよ。いくらになった？ 500円。安っ。マスターありがとう。ゆっくりサウナ入ってくださいね。あ、時々サウナでお見かけしますんでね。はい。10. Chiro Ling Mura. 札幌ソウルスパゲッティ。札幌っ子の皆さんおなじみチロリン村。こちらも値上げが半端ないっすね。同じスパゲッティでも前室のロータの倍以上の値段だ。昔は安くてちょっとおしゃれっぽいイメージあったから行ったけど、今こんな値段じゃイタリアンの美味しいお店行っちゃうな。確かに。あの頃に戻らないかな。いろいろ。チロリン村のナポリタン700円くらいだったのにねえ。昨日コンビニでタバコの値段見てびっくりしたよ。エコー今500円もするんだぜ。マジで？我が青春のエコー90円だったのに。ねえ、何歳からタバコ吸ってた11. Jungrang. 札幌を離れて暮らしていると恋しくなるのが札幌ラーメン。特に麺がね、こういうプリッとした高水の麺がなかなか道外にはなくってね。そうなのよね。確かに麺は恋しくなるわね。そんな中、特においちゃんが好きなのはこの純連さんの麺。これ好きなんですわ。麺の茹で加減と食感がアルデンテやと思える絶妙な麺。ここで食べて森住製麺さんのファンになりました。確かに森住さんの麺がいいわね。特に味噌ラーメンには最高でしょ。12. Magic Spice. 言わずと知れたスープカレーの聖地ね。インドネシア料理のソトアヤムの美味しさに感動して独自のアレンジを加え売り出されたマジスパのカレー。食べたことある方はわかると思いますが、これカレーの味は1ミリもしないんですよね。しない。なんちゅうの、スパイシーなスープ。これを大胆にもスープカレーとして売り出し大成功。さらっとしたスープが飲み出したら止まらないの。汗だらだら。確かにね、相変わらず摩訶不思議中毒性のあるスープだね。はい。13. Rad Brothers. もう30年になるでしょうか。すすきの駅前通り7条の交差点の週末の人混みといったらラットだよね。今5、60代の方は結構出入りしてたんじゃないでしょうか。でもチャレンジャーしか出入りしてなかったかも。怖がられてたでしょ、昔。外国人多すぎて。確かに。実は私たちが初めて出会った思い出の場所でもあるんだよね。あの頃は若かった。あれから10年ですか。テキーラを飲むようになったのもこのお店発祥ですな。砂。14. N43. こちらも飯旅では何度もご紹介しておりますが、そりゃそうでしょう。いいお店ってのは何度でも足を運びたくなるお店だから、そんなにコロコロたくさん出てくるわけじゃないのよね。ねえ、もうだいぶ歴史のあるお店なんだけど、やっぱりここは活
ちょええ店だと思いますね。色褪せないね。ここで愛を告白したりされたり、もしくは口説いたり口説かれたり、経験のある札幌の紳士淑女は多いのでは。あるある。深くは追求しませんが、ここに勝るムーディーな店ってなかなかないと思うなっていうか、あったら教えてほしいですね。ね、長崎も北九州も六甲の夜景も綺麗だけど、こんなお店はなかったもんな。ねえ、ここは料理やお酒っていうより、真っ暗な静かな空間から眺めるキラッキラの夜景が一番のごちそうだね。久しぶりに覗いてみてはいかがですか。 Jikano mesh tabiwa. Gachi de mata tabathai. Asa hikowa kaiwai des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅では全国の美味しいものの動画をたくさん公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなちく。あ、ガトーキングダム高銀破山ジャンレン関連 NG 収益ですね。これね、ここは一番マイナーかもしれないけど、白石俺はい、知る人ぞ知るザ・札幌ソウルですね。まあ猫もないけどね。これが結構リアルな話で流れてくるんだよね。ケンタッキーでバイトしてた先輩が言ってたんだけどさ、そうそう。開けちゃダメって言われた冷凍庫開けたら猫が凍ってたってつって